皆さん、こんにちは。よしえです。今日も私のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。はい。今日は2月の9日です。はい。もう中旬になってきましたね。皆さん、元気にしていますか？日本では先週いろいろなことがありました。まずは雪ですね。もうたくさん雪が積もりました。普段積もらないような東京とかにも積もったんですね。そんな中で、この週末に大きな選挙がありました。衆議院の解散総選挙です。雪がたくさん降っていたので、選挙に行くのが大変という人もたくさんいたと思います。私はもうかなり前、1週間くらい前には選挙に行っていたので、安心して週末を過ごすことができました。そう、日本の選挙は選挙当日だけではなくて、その10日くらい前から期日前投票をすることができるんですね。でも仕事で期日前に行けなかった人も多かったと思います。それで行こうと思った土日にたくさん雪が降ったので、結構みんな大変だったみたいです。はい。で、結果についてはいろいろな国でニュースになっているかなと思います。私もこの結果についてペイトリオンで話をしています。ぜひ選挙に興味がある人は私のペイトリオンも見てみてください。はい。そして、オリンピックが先週から始まりましたね。今年の開催地はミラノ・コルティナ、イタリアです。はい。で、私が今回、なかなかね、オリンピックに、注目できていなくて、気づいたら始まっていました。先週の土曜日にテレビを見ていたら、開会式がやっていて、あ、もう始まってたんだっていうのに気づきました。皆さんの国ではオリンピックは盛り上がっていますか？はい。で、開会式を見てみると、そのイタリアのミラノ・コルティナ以外にも、あと2つくらい競技をやっている場所があるみたいで、いろいろな地域を中継しながら開会式が行われていました。日本の選手はだいたい120人くらい出場しているみたいで、はい、応援しています。で、私が特に好きな競技はフィギュアスケートです。フィギュアスケートを応援し始めてからもう15年くらい経ちますね。その私が特に応援していた選手がいて、浅田真央選手と羽生結弦選手という2人の選手を特に応援していました。ね、フィギュアが好きな方なら一度は聞いたことがある選手かなと思います。で、実際直接その選手のスケートを見に行ったこともあります。大会を見たことはないんですけど、ショーをやっていたので、そのショーを見に行きました。はい。で、やっぱりね、生でその選手の滑りを見ると、もう本当に美しくて、そして迫力があって素晴らしかったのを覚えています。で、もうその2人の選手は引退してしまって、その後あまりフィギュアスケートを見ていなかったんですけど、それでもやっぱり日本の選手が活躍しているととても嬉しく思います。で、今回のミラノ・コルティナオリンピックでもフィギュアスケート団体で銀メダルを、取ることができたみたいです。おめでとうございます。そう、アメリカが金メダル、そして日本が銀メダル、そして銅メダルにイタリアのチームが出たみたいです。はいね、もう、いろいろな競技がある中で、
特に最初の方にメダルを取れたので、とても嬉しかったですね。そしてこれからまた、スキーとかスノーボード、あとカーリングとか、いろいろたくさんの競技がありますね。どれも本当に応援していて、多分、ライブで見ることは難しいと思いますが、応援しています。というのも、イタリアと日本の時差の関係で、ライブで見るにはちょっと難しい時間帯なんですよね。だいたい朝の3時とかくらいから競技をやっていたりするので、難しいですね。朝起きたらもう結果が出ているという状態になることが多いです。それでも、ニュース番組とかでうまく結果をまとめてくれているので、そういうのを見て、これからもね、日本の選手を応援していきたいなと思います。はい。皆さんの国ではどれくらい、このオリンピックのニュースが報道されているのかな。あんまりオリンピックは興味ないっていう人もいるのかな、いると思います。日本もね、普段、例えばフィギュアスケートとかスノーボードとか、そういう一つ一つの競技を応援している人は多くないと思うんですよね。でも、やっぱりこういうオリンピックっていう大きな大会があると、ちょっと改めて見てみようっていう気持ちになりますね。はい。楽しみです。で、今日はこのポッドキャストではお金の話をしようと思います。特に日本に来た時に使うお金の話です。この春とかに日本に旅行に行きたいと思っている人もたくさんいるんじゃないかなと思います。で、そんな時に日本って現金社会って聞くけど、どれくらい現金必要なのかなとか、カードは使えるのかな、カード以外に何か支払う方法はあるのかなとか、いろいろ気になることがあると思います。はい。なので、いろんなお金の話をしていきます。はい。それでは、まず、現金について話をします。まずね、日本で私が生活をしていて、どれくらい現金が必要になるのかという話をしますね。実際、例えばスーパーに行くとか、コンビニに行くとか、日常で必要なものを手に入れるための買い物には現金は必要ありません。ほとんどの場所でクレジットカードとかキャッシュレス決済がかなり進んでいますね。ガソリンスタンドとかドラッグストア、他には郵便局とか、本屋さんとか、いろんなところでキャッシュレス決済ができます。だから私はほとんど財布を持ち歩かないですね。スマートフォンに何枚かクレジットカードとかを入れたり、自分のスマホで、決済できるアプリを入れたり、そういうことをして外には出ます。でも、例えば土日とかでちょっとお出かけをしたり、あとは旅行をしたり、そういう時には現金を使うことが多いです。例えばですね、先日、鳥取県の市場に行ったんですよ。魚がたくさん売ってるような市場に行きました。で、そういう時には、クレジットカードが使えないですね。すべて現金で支払わないといけなかったです。あとは、牧場とかに行って動物に餌をあげたいと思った時がありました。そういう時も大体現金ですね。あと、これは土日ってわけじゃないんですけど、病院に行ったりする時、病院に行く時も現金を使わないといけないですね。あと皆さん
日本に来ると神社とかお寺に行くことよくあると思います。神社やお寺でもキャッシュレス決済はあまりないと思います。現金が多い。そういう感じで私は、平日は財布は持たないけど、土日とかバケーションの時は現金をしっかり持って動くことが多いですね。はい。で、じゃあ皆さんがもし旅行に来るとき、どれくらい現金持ってたらいいのかなっていうことなんですけど、もちろんそれは滞在する日数によりますね。そして皆さんがやりたいこと、行きたい場所にもよります。だからどうかな。3万円から5万円ぐらい、まずは持っておいて、その後足りなくなったら追加するというのがいいと思います。で、これからじゃあどうやって、日本で現金をゲットすることができるかという話をしたいと思います。いろいろありますよね。自分が、持っている通貨から両替をする。外貨両替をする。あとは、キャッシュカードとかから、現金を ATM で引き出すとか、いろいろあると思います。で、まず、じゃあ日本ではどこで外貨両替ができるかということについて話します。結構ね、最近状況が変わってきているみたいなので、調べたんですよ。昔は本当に外貨両替できるところが少ないということを聞いていたんですけど、最近はインバウンドの、外国人をもっともっと受け入れていこうという取り組みで、コンビニがとっても便利になったみたいです。ファミリーマートとかローソンに外貨両替ができる機械を置いているそうです。すべての店舗ではないんですけど、置いているみたいです。はい。で、このね、コンビニの機械が結構すごくて、主要な14カ国の通貨に対応しているみたいです。で、これがね、アメリカドル、ユーロ、イギリスポンド、中国の元、韓国のウォン、香港ドル、台湾ドル、オーストラリアドル、カナダドル、シンガポールドル、タイバーツ、フィリピンペソ、マレーシアリンギット、インドネシアルピア、に対応しているみたいです。すごいですよね。ドルとかユーロとかだけじゃなくて、14通貨変えることができるみたいです。ね、この今紹介した国からの観光客はとっても多いので、助かりますよね。そして、その機械を操作するための言語の表記も15言語に対応しているそうです。すごく助かりますね。はい。で、これね、今ファミリーマートとローソンを紹介したんですけど、セブンイレブンはどうやら、外貨両替ではなくて、キャッシュカードで外貨を引き出すということを頑張っているみたいで、皆さんの持っているのが現金なのか、海外対応のキャッシュカードなのか、それを見て行くコンビニを決めたらいいと思います。で、さっきも言ったんですけど、すべてのコンビニにその機械が置いているわけではないので、ファミマとかローソンとか調べて、行くといいと思います。はい。で、あとは、空港ですよね。空港には、ほとんど外貨両替のカウンターがあると思うので、まずは空港を使って、その後、街の中に出たらコンビニがすごく便利かなと思いますね。はい。で、銀行って
外貨両替できるんじゃないのって思う人も多いと思うんですけど、最近は結構外貨両替をしている銀行が減ってきているそうです。サービスを、そういうサービスをちょっと縮小、小さくして、他の業務を頑張っている銀行が多いみたいなんですよ。で、多分東京の大きな銀行とかだとやってくれるところもあると思うんですけど、地方に行くと結構銀行で外貨両替をやっているところは少ないと思います。そう。で、あとはホテルですね。ホテル。海外のリゾート地とかだと、大体のホテルで外貨両替ができますよね。日本はそこまでではないと思います。やっているホテルももちろんあると思うんですけど、すべてではないと思います。私が少し調べたところでは、ハイアットリージェンシーとか、インターコンチネンタルとか、そういう高級ホテルですね。高級ホテルには、外貨両替のサービスがあるみたいです。そして、アパホテルという全国展開のビジネスホテルがあるんですけど、アパホテルも、そのコンビニにあるような外貨両替の機械を置き始めたみたいです。でもね、ホテルはやっぱりレートが少し悪いのかなと思いますね。はい。なので、どうしてもホテルでやらないといけないという理由がなければ、コンビニとかでいいのかなと思います。はい。そう。で、こうやって調べてて、日本もすごく便利になったなと思って、ちょっとびっくりしました。もう昔は自分が例えばどこかの国に行きたくて外貨両替をしようと思っても、日本の街中でそれを見つけることができなくて、もう現地に行ってから日本円から、例えばドルに変えるとか、日本円からヨーロッパの通貨に変えるとか、そういうことをしていましたね。はい。はい。じゃあ現金はこんな感じで、で、あとは、私がすごくおすすめしたい、方法があって、交通系 IC カードを購入するという方法です。はい。聞いたことがありますか？交通系とついている通り、これは鉄道会社が出しているプリペイドカードですね。はい。プリペイドカード。で、これを持っていると、毎回切符を買わずにピッてするだけで電車に乗ることができます。多分結構多くの人にとって電車の路線図って難しいと思うんですよ。もういっぱい線路があって、私はどれに乗ったらどこに行けるんだろうみたいなのを毎回見て、それでチケットとか切符を買うって相当大変だと思うので、この交通系 IC カード1枚あれば何も考えずに改札に入ることができるんですよね。はい。で、この交通系 IC カードって名前がいくつもあります。はい。例えば、一番人気なのはスイカと言います。はい。スイカっていうフルーツがありますね。それが由来だと思います。多分。スイカという、東京で作ることができるカードですね。あとは、パスモとか、イコカとかがあります。それぞれの地域で、作られていて、どれもね、どこで買っても、どこの地域で使うこともできるので、いいですよね。例えば、関西でイコカというカードを、買ったとして、で、そのカードで東京の電車に乗ることももちろんできます。
で、東京でスイカを買って、関西や北海道、九州、どこでも使うことができます。なので、1枚持っておくだけでとっても便利なカードです。そして、東京に行ったことがある人は気づくと思うんですけど、東京の、鉄道会社ってすごく力を持っていて、いろいろなところにショッピングモールみたいなものとか、駅の中の施設とか、本当にたくさんのお店があります。そういうお店でも、その交通系 IC カードを使ってお金を払うことができるんですね。なので、切符だけではなくて、お買い物にも使えます。はい。で、実際じゃあ、どうやってその交通系 IC カードをゲットすることができるかというと、例えば空港とか、あとは駅に機械がありますね。その機械で簡単に買うことができます。はい。で、最近できたもので、外国人向けに使い捨てのスイカがあるそうです。ウェルカムスイカっていうのがあるらしいです。確か空港でも作ることができるのかな。で、それは28日間限定で、デポジットなし。本当の普通のスイカとかパスモってデポジットが必要なんですね。でも、そのウェルカムスイカはデポジットがないので、気軽に買うことができるし、もう使い終わったらそのまま捨てたらいいので、とてもいいです。そう、名前を登録したりしていたら捨てづらいじゃないですか。でも名前の登録とかもないので、はい、簡単に使うことができます。で、その、スイカとかパスモを買ったら、その中にチャージをしていくんですね。で、そのチャージも電車の駅にある機械で全てすることができます。はい。すごく簡単ですね。で、実はこれ私はモバイル版を使っています。モバイル版はアプリをダウンロードして、もちろん自分の名前とかクレジットカードを登録しないといけないので、それはちょっと面倒くさいです。でもその代わり、チャージするのが自分のクレジットカードから直接チャージができるので、それは便利ですね。そして、わざわざ、物理的なカードを持ち歩く必要がないので、携帯の画面をタッチしたらすぐに、切符代わりになるので、とてもいいです。はい。なのでね、ぜひ日本に旅行に来る人は、こういう物理的なカードを買うか、アプリを入れて登録をすると、いいかなと思いますね。はい。すごくおすすめです。で、続いて、あとは、日本人がすごくよく使う決済アプリがあります。それが QR コード決済。はい。QR コード決済。もうたくさんの種類があるんですよ。例えば、PayPay とか、あとはメルペイとか、楽天ペイとか、本当にいろんなものがあって、ちょっとね、複雑です。皆さんの国にもきっとありますね。韓国とかだと、カカオペイかなカカオペイ。あと、アリペイとか中国だったらあると思うし、いろんな国でそれぞれ QR コード決済アプリがあると思います。で、日本では多分ペイペイとかが大きいのかなと思います。だいたいどこのお店にもペイペイっていうできるQR コードが店の前に置いてあって、で、それを、QR コードを読み取って必要な分を入力してお会計をします。はい。で、私もね、ペイペイはよく使っていて、で、この
QR コード決済、何がいいかっていうと、現金をいちいち出さなくていいということと、クレジットカードを、あまり持ち歩きたくないっていう人にもすごくいいですよね。もう携帯一つで全てできるのでいいかなと思います。はい。で、PayPay、最近すごく便利になった理由があって、なんか他の国の QR コード決済と連携をしたそうです。そう、だから例えばアリペイとかカカオペイとかそういうものを持っている人は、その自分の国のアプリで PayPay を使える？どう言ったらいいのかな？ PayPay の QR コードを読み取るときに自分のアプリで読み取れるということです。はい。14カ国の、海外 QR コード決済と連携しているみたいです。はい。そうですね。そう、PayPay ってすごく便利なんですけど、実は、短い期間で旅行に来ている外国人は登録できないみたいなんですね。日本の電話番号とか、在留カードとか、そういうものが必要みたいで、なかなか、海外の観光客の人にはハードルが高いアプリなんですよ。そう。だから、14カ国のアプリと連携しているのは、とても、いいかなと思いますね。やりやすいですよね。はい。お金の話をいろいろしてきましたが、初めての人は本当に不安が大きいですよね。何回も日本に来ている人は、大体もうどこでお金を手に入れたらいいかとか、どれくらい用意しておいたら安心かっていうことは分かっている人が多いと思います。でもやっぱり、もし初めて日本に来て、現金が足りない、お金が下ろせないってなったら、相当焦ると思います。しっかり調べていってほしいと思いますね。クレジットカードも、多分大体のクレジットカードは使えると思うんですけど、やっぱり2枚以上持っておくのが安心ですよね。私がパラグアイに行った時、結構クレジットカードがエラーで通らないことがあったんですね。で、もう何枚もチャレンジして、4枚目、5枚目とかやって、やっとお会計ができたという経験もあるので、やっぱりクレジットカードは1枚じゃちょっと不安かなと思いますね。はい。はい。じゃあ、ちょっと、お金の話はこれぐらいにして、あと、私が旅館で働いていた時に、旅館のルールって結構難しいなと思ったので、それについて話をしたいと思います。はい。旅館というのは、日本風のホテルのことですね。で、その、ホテルと旅館って似ているようで、実はルールとかがちょっと違うんですよ。で、まずね、私が働いていた時のホテルのことをちょっとホテルっていうか旅館ですね。旅館のことをちょっとお話しすると、結構、格式高い旅館で働いていました。フロントで働いていました。で、その旅館では、まず、そのお客さんが来ると、フロントの、ちょっと椅子に案内をしていました。で、その椅子ですぐお部屋に案内するのではなくて、ちょっと会話をして、個人情報を書いてくださいということを言っていましたね。で、普段、ホテルでも個人情報をフロントで書くことってありますよね。そういう感じで個人情報を書いてもらった後、抹茶とお菓子を出していました。ウェルカムドリンク、ウェルカムスイーツを出していました。で、旅館では結構こういうことはよくあるんです。
それがフロントの、ラウンジでやられるのか、部屋に行ってからやられるのか、それはそれぞれ違います。でも結構多くの旅館でお茶を出してくれることがあります。はい。で、ちょっとお茶と一緒に食べる用のお菓子も出してもらえることがありますね。はい。で、それで、その後、私はいつもね、お客さんをお部屋に案内していました。で、お部屋に案内すると、やっぱり外国のお客さんは、どうやって、そのお部屋で過ごしたらいいかがちょっと難しいですね。なので、少し説明をします。はい、こっちがロッカーで、この中にタオルがありますよとか、浴衣がありますとか、そういうふうに説明をします。で、大体旅館には浴衣がありますね。この旅館の浴衣って何かというと、パジャマのようなものなんですよ。パジャマなんだけど、食事をしたり、少し旅館の中を歩く時に使える服なんです。だからね、他の人に見られてもいいもので、ちゃんと可愛い柄がついてたりします。はい。で、たまに最近ホテルにも浴衣があるところがあるんですけど、ホテルでちょっと難しいのが、浴衣で、外に出ないでください。ロビーまで降りてこないでくださいっていうところがあります。そう。浴衣を着てもいいけど、自分が寝る時だけとか、大浴場、お風呂に行って帰る。その間はいいけど、それで朝食とか夕食を食べに来ないでください。みたいなスタイルのホテルもあるんですね。旅館は、あまりそこまで浴衣について厳しくないところが多いです。だから、私が働いていた旅館では、夕食も浴衣で食べていいし、朝ごはんも浴衣で着ていいという場所でした。はい。なので、自分が泊まる旅館に浴衣のルールがあるんじゃないかなっていうことだけ知っておいたらいいと思います。はい。で、その浴衣の着方を説明することもありましたね。浴衣って、前にこういう風にやるじゃないですか。なんて言ったらいいの？着る時に襟を合わせる順番があるんですよ。それで、まず、右の、なんて言ったらいいの？右の、前に合わせるんですけど、まず右をこうする。で、次、左をこうする。そう、合わせ方はこうですね。左が前になる必要があります。これが逆になってしまうと、亡くなった人の、着る浴衣の着方になるので、注意してください。はい。間違えたからって別に怒られるとかではないんですが、日本としてはすごく大切にしている着方です。はい。で、私が働いていた旅館では、家族風呂みたいなのがあったんですね。温泉みたいなものがありました。で、それで、温泉に行くとき、ちょっと、ルールがいろいろありますね。で、私も前に温泉についてのルールの動画を出したことがあります。で、温泉では、まず、当然ですけど、裸ですね。で、髪の毛とかは結ばないといけないです。このような長い髪の人は髪を上に上げる必要があります。はい。で、そして温泉の中に入る前にかけ湯というのをしないといけないですね。お風呂に入る前に体をきれいにする必要があります。で、そのかけ湯をすることによって、体を少し温めてから熱いお湯に入ることができるので、体がびっくりしない。そういう効果もあります。
で、入ってからは、もう静かにお湯を楽しむのが大事ですね。あんまりはしゃいで大きな声で喋ったり泳いだり、そういうことはしないのがルールです。はい。普通に考えたらわかると思うんですけど。はい。で、そうですね。あと何かな。女性とかは、やっぱり髪の毛が長いので、結構髪の毛をお風呂上がった後に乾かすと、下に髪の毛が落ちたりするんですよね。洗面台とかに髪の毛が落ちたりするんですけど、もちろんそういうのは他の人が使う前にきれいにして帰るとか、そういうことがマナーですね。はい。はい。次に、日本の旅館とか和風の建物に入るときに、日本人がとても気をつけていることがあります。それは、敷居を踏まないということです。敷居というのは、部屋と部屋の間にあるドアを閉める時のレールのようなものです。写真に出しておきます。はい。これを踏むと結構みんな怒ります。はい。かなり、失礼なこととしてみなされます。昔は私も子供の頃、全然知らずに普通に敷居の上を歩いていたんですね。そしたら、親や親戚から、ダメだよって怒られました。はい。なので、日本人はそれがダメなことだというのをだんだん知っていきます。その踏まない理由は、その敷居が家の象徴で、踏むとその家の主人の頭を踏むぐらい失礼なことらしいです。そして、単純にそのレールが通る場所を踏んでしまうと、だんだんそのレールが傷んでドアが閉まらなくなる可能性がありますね。なので、家の構造的な理由も含めて踏まない方がいいということです。はい。でね、神聖な場所ですって書いている記事もあったり、とにかくみんな日本人はその敷居を大切にしているんですね。なので皆さんが旅館に泊まった時もできれば踏まないようにまたいで歩いてください。そうすると、この観光客の方分かってるねって思ってもらえると思います。はい。そんな感じかな。旅館は、すごく日本の文化も学べる場所としていいと思うので、ぜひぜひ日本に旅行に来たら泊まってみるといいかなと思いますね。はい。それでは今日は日本に旅行に来た時のお金の話と旅館でのルールについて話をしました。今日の動画が面白いね、いいねと思ってくれた方は、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。今日のトランスクリプトは Patreon で配信します。ぜひその、トランスクリプトを使ってシャドーイングをしてみたり、語彙の勉強をしてみたりしてほしいです。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。